こんばんは、バッチです。いやー、すいません。15分遅刻しちゃいました。いやー、申し訳ございません。めちゃめちゃ大急ぎでやってたんですけれども、間に合いませんでした。すいません。失礼いたしました。なんとか、死に物狂いでこちらに降りてきてですね、なんとか、ギリチョン生配信を始めることができました。いやー、忙しかった。大変な、週末になってしまいましたが、すいません。ちょっと私事でですね、ちょっとなかなか大変な、いやー、もう今日はほんと忙しい。今日と明日とめちゃんこ忙しくて、合間をちょっとね、ほんと隙間を縫ってこの生配信をやるみたいな感じなもんですから、なかなかうまいこといきませんで、申し訳ございません。ちょっと大変な遅刻をしてしまいました。はい。ということでですね、生配信をちょっとやらせていただきたいなと思います。今週はですね、予告にございました通り、トランスフォーマーの、劇場版ですね。映画の劇場版からですね、はい、ロストエイジと最後の騎士を、こちらのね、2作品で、活躍をいたしました、オプティマスプライムですね。通称ナイトオープンなんて言われてる、はい、オプティマスプライムです。はい、こちらをですね、当時発売されました、はい、キャリバーオプティマスプライムですね。リーダークラスのキャリバーオプティマスプライムと、それとね、後年スタジオシリーズでリメイクされましたスタジオシリーズ版のナイトオプと、はい、2種類、はい、やっていきたいなと思います。ね、ちょっとね、こちら、結構ね、変形難易度高いトランスフォーマーになってくるので、ちょっとね、なかなか大変なんですけどね、結構ね、すごいよくできてるんですよ、パタパタ変形が。ね、なので、結構ね、手遊び感覚でやるには、程よい難易度なものですから、またね、この2種類でね、このキャリバーオプティマスプライムね、ほんとよくできてるんですよね。すごいね、傑作玩具だなと思ってて、はい。いい機会なんで、ちょっとやってみようかななんていう風に思いました。いやー、ちょっとごめんなさいね。もう、大変。もう今日はね、いろいろありまして。そうそうそう、今日ね、九州方面の皆様はね、僕がですね、心の師匠と仰いでおります、友章さんが主催しますね、ミニプラオフ会のね、九州で、はい、開催されます、九州ミニプラオフ会が今日やられてるんですね。だから今、ちょうど2次会やってらっしゃる最中みたいな感じなんですかね。相変わらず、すごいね、ガチ制作をガンガン作られてる方がね、いっぱいいらっしゃいますので、九州には。ね、ツイッターでね、結構その模様が流れてきたりしてたんですけど、すごいね、盛り上がってるみたいですね。いやー、落ち着いた。ということでですね、今回はちょっと、はい、ゆっくりとね、変形を少し楽しみながらですね、ちょこちょこ、映画のね、お話なんかも少ししながらですね、はい、進めていきたいかなと思います。まあね、多くの方がもうね、すでに、ご視聴されてるかと思いますけれども、はい、アーカイブでね、ご覧になる方とか、まだ全然見てないよとか、どんな話か知らないよっていう方も、いらっしゃるかと思いますので、そこら辺ね、少し軽くご説明をしつつですね、はい、変形をパタパタしながらですね、今日はちょっとね、ゆるりとやっていきたいなと思います。さらにですね、もう一つ、ちょっとね、後半には、僕のね、こだわりの折れ変形なんかもちょっとご披露したいなと思いますので、
はい、ぜひぜひ、お時間がございましたら、最後まで、お付き合いいただけたらなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー、なかなかね、大変なもので。ちょっとね、生配信の準備をしてしまいますので、少々お待ちください。いやー、今週もいろいろありましたね。皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか。もうね、土曜日になるとね、本当にバタ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 とね、いろんなことが起こってくれるからね。いやー、毎回毎回なんか、トラブル起きた、トラブル起きたって言ってるような感じがしますが、いろいろコメントいただいてますね。男仮面ライダーセイバーさん、すみません。俺方研究所さん、今日は早く寝ないといけないので、次回参加します。今日やる特集、最後の騎士オプティマスプライム、超かっこいいです。ユニコロンは仮面ライダー X の敵、キングダークに似ています。今日、特撮アクションフィギュア、ギャバンインフィニティ買いました。超気に入ります。永久保存版ですね。残るはギャバン武士道、ギャバンルミナス、ギャバンなど買います。どうも、男仮面ライダーセーバーさん、いつもありがとうございます。今日はね、ちょっとね、早めの欠席ということで、早めの離席ということでですね、全然、当チャンネルの生配信ね、出入り自由でございますので、はい、ぜひぜひ、最初にね、ご参加いただいただけで大変ありがたいので、申し訳ございませんね。僕が15分遅れてしまったがためにですね、ご挨拶できませんで、ありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。ケイチくん、オツです。どうも、ケイチくん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ケイタさん、こんばんは。そんなことだろうと思ってまったり待ってました。本当お疲れ様でございます。ケイタさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。すいません。15分も遅れてしまってですね。いやー、もうね、明日ね、ちょっと、家の方のですね、ちょっと大きめのイベントというか、ありましてですね、それの準備もしなきゃいけないし、あとはね、ちょっとツイッターにも書いたんですけれども、うちのね、娘ちゃんがですね、と一緒にですね、今日、50ジャーのね、特別公演に行ってきたんですよ。いやー、もうね、大変大変な状態で、もう WBC のあれなのか、もう東京ドーム周りもゴリゴリに激混みになってて、もうなんか戦場みたいな感じになっててね、まあ前に進まねえわなんだわで、もうね、でね、あの、スタジオ G ロスの中も、なんかポップアップショップみたいなのがね、できちゃった兼ね合いでね、出入り口が1個潰れちゃってる状態で、なんかね、中がもう戦場みたいな感じになってるんですよね。もうね、スタッフの人がね、怒鳴り声上げて、こっちにやってくださいとか言ってね、すごい大声上げちゃって、もうね、娘ちゃんそれでビビっちゃって。もうね、そんなこんなのいろいろあって。いや、もうね、で、花粉でもうやられちゃってるわ。でもね、スタジオ G ロッソでね、娘ちゃんと見てきましたわで、いろいろ大変な一日でした。ただね、すごく良かったです。最後のね、スーパー戦隊最後の、はい、アトラクになるのかな、第4弾ね、今回の50ジャッシュ第4弾で、多分最後のスーパー戦隊ショーになると思うんですけどね。それに参加できたっていうのはちょっと感慨深かったですね。なんか、なんだろうな、子供のね、卒業式に列席しているような、ね、不思議な感覚になりましたね。ちょっとね、無理を押して参加してよかったです。またね、今日は4回だけね、特別にシダコハクちゃんね、紀藤遥ちゃんのシダコハクちゃんバージョンの、市川すみのちゃんがですね、最後の、フリートークにだけ参加するっていうね、特別公演の中の特別公演みたいな感じだったんですよ、今日。
でね、もううちの、娘ちゃんはね、ドンブラザーズから大ファンになってて、だからね、ドンブラザーズの紀藤遥ちゃんはもうめちゃめちゃレジェンドなんですよね。うちの娘ちゃんにとっては。でね、それがね、スーパー戦隊にとってもね、救世主っつうかね、レジェンドになった志田琥珀ちゃんがね、特別急遽参戦つことでね、もうほとんどね、スケジュールで出られないところを合間縫ってね、はい、来てるんでしょうか。今だって連ドラにね、出演中ですからね。で、それ合間縫ってですね、4日間だけ、アトラクね、来てくれて、でね、通常のこの稽古が必要なアクションとかがやるね、本編の方には、参加してないんですけれども、はい、本編終わった後にもう一回登場してですね、なんかこうゲームコーナーとか、があるんですよ。ちょっとね、お遊びコーナーみたいな、アフタートーク的なやつがあるんですけど、そこにね、参加してくれてるんですよね。で今日、木戸遥ちゃんが満を持してね、参加してくれたので、すごく楽しかったです。ね、娘ちゃんも喜んでたんで、いやーもう頑張った甲斐があったなと思いました。いやー、もうね、そんなかんなでね、もうヘロヘロになって、もうね、右足とかもね、バカになっちゃってね、もうね、階段とか登れないぐらいね、なんかちょっとね、腫れ上がっちゃって。いやーもう、で、帰ってきてからもね、今度明日のためにもう家の中を大片付けしなきゃいけなくて、ね、なんかこう、バタ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 とやってるうちにですね、うわ、もう生配信の時間じゃないかということでですね、大急ぎで降りてきて、で何の準備もしてないからもうね、撮影ブーツ片付けるところから始めて、やばいやばいやばいっつってようやっと始まったというね。毎度毎度何やってるんだっていうね。もっと最初からやっとけっていう話なんですけどね。すいませんでした。ケイタさん、ミニプラオフ会、ここの常連さんで、フットワーク軽い2人は参加してそうですね。羨ましい。そうですね。あの方々はすごいフットボール軽い、フットワーク軽いですからね。うん、すごいですね。スネマスさんとチワさんですね。は、もう今、絶賛参加され中のようですね。うん。ケイチ君、ナイトキャリバーオプは、側の処理がこう来たかって感じでしたわ。そうですね。キャリバーオプね、こちらすごいね、傑作なんですよね。で、ちょっともう、じゃあね、先にちょっとこのキャリバーオプの方からちょっとやり始めちゃおうかなと思います。こちらのスタジオシリーズは後ほど。はい、こちらです。こちらはね、キャリバーオプですね。キャリバーオプティマスプライム。はい、こちらはですね、こちらのね、ナイト型オプティマス、コンボイ総司令官ですね、は、劇場版、トランスフォーマーの劇場版の4作目ですね、ロストエイジと、その次のですね、最後の騎士王、4作目と5作目の時の仕様ですね。はい。はい。1作目、2作目、3作目、トランスフォーマー無印とリベンジとダークサイドムーン。こちらに関しましては、以前ね、スタジオシリーズ系のやつで、はい、生配信レビューさせていただきましたけれども、はい、そちらの仕様ですね。の、オプティマスプライムというかね、映画版コンボイ総司令官っていう感じの、はい、デザインだったんですけれども、それがですね、はい、ロストエイジからデザインが一新しまして、はい、ナイト型のね、かっこいいオプティマスプライムに、はい、変わったんですね。で、ロストエイジの時に出ましたのが、これとね、割と同型なんですけど、アーマーナイトオプティマスプライムっていう形で出たんですよ。で、これの、前身、キャリバーオープンの前身というかね、のパターンだったんですけどね。そっちもね、すごくかっこいいんですけど、背中にですね、この、後ろのね、部分、連結部分というかね、後部タイヤの部分が、まるっとね、
バックパックになる感じだったんですよね。うん。で、なんか、結構ね、トランスフォーマーのうるさ型からするとですね、それが許せなかったようでですね、これ全部外したいとかっていう、はい、そんな感じの声がものすごくあったようなんですね。まあ、本体自体がすごくかっこいいので、ものすごくもったいないっていう、はい、そんな意見があったようで、で、その後ですね、リメイクされる形で、あの、このキャリバーオプティマスプライムというものが、はい、発売されました。で、そのキャリバーオプティマスプライムになったらですね、今度この背中のこれが、あの、バックパック、そのまんまバックパックになるんじゃなくてですね、外れて、巨大なね、巨デカシールドになるっていうね、すごいね、レベルアップをしたんですね。だからこの方の、もうなんか最終バージョンみたいな感じですね、キャリバーオプティマスが。なのでね、非常にかっこいいし、うん、ギミックもすごいので、ちょっとね、これは生配信でやりたいなと思っていましたので、ちょっとやっていきたいと思います。いやー、これね、かっこいいですね。まずね、はい、このビークル状態からね、すごくまとまりがいいんですよね。うん。トラックですけど、ものすごくかっこいいですよね、形が。うん。でね、みっちりしてるんですよね。で、こういうね、パネル分割ラインとかこう結構細かく入ってるんですけれども、うん。これがね、ちゃんとね、精度高くきちんとまとまってくれてるんですよね。で、よくね、スタジオシリーズとか、こうパネルでね、パタパタするときに、このね、調合をものすごく合わせるのがめちゃんこ大変。もう1ミリ、2ミリずれただけでもうペコペコになっちゃって、合わさんないみたいなことがね、まあまあよくあるんですよ。ですけどね、これはね、そこまで、なんだろみちみちにね、中がタイトでもないので、割とね、しっかりね、合ってくれます。結構頑張らなくても、この状態にね、きちんとなってくれるっていうのはね、すごくいいですね。で、さらにね、メッキが各所に施されてるのも、すごく高級感があって、非常にね、好感度高いし、あとここですね、タイヤ。このタイヤがね、ゴム製なんです、全部。ね。で、コロもね、すごくこうね、小気味よく回ってくれるし、だからね、こう、ミニカーとしてもね、すごく精度が高いなっていう感じがします。うん、だからね、こう、こうやってね、ビークルの状態でこうやって飾ってても、すごくね、満足度がね、ある、見応えのある、形をしていてですね、すごくいいと思います。うん。で、この、背面、底面はこんな感じですね。ちゃんとですね、武器が全部収まってるんですね、この中に。だからこのね、武器も含めて、この状態で余剰がないっていうね。ひっくり返さなければ、このね、武器らしきものとか、そのね、車とは関係のない部位っていうのが何も出てこないっていうのが、すごいですよね。普通にただのトラックのミニカーって感じじゃないですか。かなりかっこいい。で、これがね、とんでもない大振りの武器を2つも装備しているものに変わるんですから、ちょっとこれ本当に天才の所業だなって思いますね。ということでですね、うだうだ言っててもあれなんで、変形させていきたいと思います。トランスフォーム。さあ、これでトランスフォームをしていきたいと思います。ケイタさん、変形そこまで複雑でもないし、ロボでも結構動かせるんで遊んでて楽しい。いや、ほんとそうですね。これは近年の、ね、難しいトランスフォーマーとかの変形に比べたら、そんなに、激しい、複雑さはないんですよね。ただ、まあ、やっぱりね、常日頃ね、僕がこの生配信とかで触っているような、デラックス玩具とかから比べると、
だいぶむずいですね。だいぶ複雑。ね、なので、ちょっとね、少しずつやっていきたいなと思います。まずはね、この背面の武器、これ外さないといけません。ので、外します。ね。バトルアックスとテメノスソードですね。めちゃめちゃでかい剣と斧ですね。が、まず取り付いてるので、これ背面から取り外します。はい。で、そうしましたら、横側のですね、タンク部分、ね、ステップとタンク部分があるんですけど、こちらを外していきます。よいしょ。そうするとですね、こちらが、はい。このパネルのね、下のラインと、タンク部分が連結されてるので、ここを外していきます。はい、外れました。そうしましたら、こちらのですね、パーツに取り付いておりますので、こちら外していきます。よいしょ。はい、そうすると、このように取り外すことができます。でこの底面にあたる、ここですね。ここが、アーマーナイトオプティマスプライムからね、新規造形された部分ですね。この部分がアーマーナイトの時は、そのまんまバックパックになってたんですね、このパーツが。今回はそれが一新されたという形です。で、何になるかというと、こちら。タイヤをこのように畳みまして、で、こちらのパーツを広げます。で、こちら先端のステップの部分を内側に折りたたみまして、で、このような形でパネルを折りたたんでいきます。はい。そうしましたら、底面ですね。こちらをクランク状で下にまとめていきつつですね。クランクで下ろしつつ、ここを内側に斜めに畳んでいきます。で、その上でパチッと合わせると、なんと、でっかいシールドになるんですね。これすごいですよね。よく考えたよな。前はこれがね、まんまバックパックだったんですよ。で、これがね、ガツッとシールドになるっていうのは、めちゃめちゃ考えられてるなって思います。すごい。さあ、で、残りましたこのトラックの上面が、そのまま、トランスフォームしてボディになっていきます。まずはね、上の、はい、天板の部分を上に起こします。はい。でそうしましたら、ここ側面の部分ですね。取り外していきます。で、そうしましたら、この部分ですね。このバーを90度折り曲げていきます。よっ。ね。そうすると、これがね、サイドスカートになるわけなんですね。はい。で、この背面の部分っていうのを折り曲げますと、これが、はい、背中のアーマー部分になります。よいしょ。はい。これが背中のアーマー部分ですね。はい、こんな形になりました。はい、そうしましたら、前面部分を折っていきまして、この時点でですね、左右に分割しておきます。はい、そうしましたら、腰でぐるりと回転します。はい、こんな状態になりました。はい、そうしましたら、ここ面白いですね。はい、この前のグリルの部分ですね。これくるっと回転させて、こうです。くるっと回転して、こうですね。で、そうしたら、これですね、内側にこう回転させるんですね。これぐるっと。内側に回転させて、このタイヤハウスをですね、こう回転させるんですね。これ内面に。で、中につま先があるので、こちらを展開します。よいしょ。
はい、そうするとこれがね、足になるんですよね。これすごいよな。このね、しっかりとしたトラックの部分がね、まんま足になる。んでね、中にこれ、がっつりとかかととつま先がこのように挟まってるじゃないですか。これね、こう展開すると、バネで折りたたまれていたパネルがね、展開して、ここね、中の空間を隠してくれるんですよ。このパネル。これおしゃれで、このパネルおしゃれ。なので、これね、内面も、ほら、変な穴とかないんですよ。ね、こいつらが、ここがいた部分、収まってた部分がちゃんとパネルで自動的に隠されるんですね。これすごくよくできてますね。うん。作りが細かいです。よ。で、つま先を出すと。はい。そうしましたら、前だれを畳みます。はい、ここまでできました。はい、そうしましたら、肩をですね、こう、内に畳まれていったので、こう、外側に逃がします。そうすると、腕が出現しますね。よで、サイドアーマーなんですけど、ここクランクが2つありまして、後ろに倒して、前に倒すと、ここで短くなって、ちょうどいい腰の位置に収まります。こちらも同様です。一回折ってからもう一回折ると。これで位置調整をするわけですね。で、前の、はい、胸のアーマーパネルを、これは最後にしましょう。で、前面のパネルを左右に分割しまして、これが、はい、肩の大袖の部分になるわけですね。はい、こんな感じです。ここまでできました。で、そうしましたら、背面ですね。ここの背面になんとですね、武器も携行することができるんですね。まずはバトルアックスをこちらに担いでおくことが可能です。で、さらにこちらにテメノスソードを対等しておくことが可能です。よっ。外れやすい。よいしょ。はい、こんな感じですね。こんな感じで、後ろに担いでおきまして、さらに背中にですね、おっと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 。さらに背中にシールドを担いでおくことも可能です。こんな感じですね。さあ、ここまで来ましたら、最後にこの胸のパーツを下ろすと、バン。おー、自動的に顔が出てきまして、さあ、これで完成。キャリバーオプティマスプライムだ、イエイ。おー、かっちょいい。これめちゃめちゃかっちょいいですよね。よ結構ムービー版のオプティマスプライムって、なんかこのね、外したかっこよさというか、なんかちょっとぐちゃぐちゃぐちゃっていう感じの、ね、複雑なデザインに逃げがちじゃないですか。
だけど、このね、キャリバーオプティマスプライムね、なんかね、まっとうにかっこいいんですよね。だから、なんか、すごいね、ヒーローロボット前としてるんですよ。なんかね、ちゃんとロボット玩具として、めちゃめちゃかっこいい、なんかど真ん中の感じをね、ムービー版のトランスフォーマーなのにやってくれてるんですよね。うん、それがね、すごく僕好きで、まずね、何がすごくいいって、イケメンなんですよ、顔が。ね、これすごいイケメンじゃない？なんか、ムービー版トランスフォーマーじゃない感じのイケメンっぷりなんですよね。なんかちょっと外してね、ちょっとクリーチャーっぽくするのがムービー版のトランスフォーマーじゃんっていう感じがするんですけど、いや、これね、まっとうにかっこいいんだよな。でね、しかもね、これフェイスチェンジギミックあって、これ面白くて、これね、こうやってね、開きまして、こうくるっと回転すると、はい、バトルマスクオフモードもあるんですよね。うん。こっちもね、ちゃんとね、鼻と口がある感じ、崩した鼻と口っていう感じの映画版トランスフォーマーっぽい面構えになるんですけど、いや、これでもね、ちゃんとシャープでかっこいい顔なんですよね。だからもうね、ムービー版系のロボの中で、普通にイケメンっぷりって言ったら、多分これが一番イケメンです。だからちょっとね、イケメン具合でものすごく気に入ってるっていう部分も実はあります。うん。で、しかもね、ちゃんとほら、こうやってまとまってるでしょ？で、これね、背中にものすごいごつい武器をいっぱい背負ってるっていうのも、めちゃめちゃいいですよね。なんのね、あの、飾り気もない、トラックが、このシールドもバカでかい武器もね、てんこ盛りで積んでるトランスフォーマーに、ね、余剰パーツゼロで変形するって、いや、これは、ちょっとやばいね。かっこよすぎる。いや、だからね、これはね、本当に手元に置いてね、パチパチ遊ぶっていうのに、本当にもってこいのトランスフォーマーですね。もうこれはもうね、ガチで手放しでおすすめ。めちゃめちゃいいです。しかもね、結構ね、中古市場にも出てきてて、そこまでね、値張らないんですよね。これはね、もうほんとガチでおすすめです。でね、しかも、まあ、これはね、近年の、スタジオシリーズみたいなほどは、ぐりぐりは動かないものの、そこそこちゃんと動いてくれるんですよね。で、ちょっとね、この肩の位置と関節のね、動き方に少し癖があるんですけど、うん。でもね、ちょっと慣れないと、肩前に出過ぎちゃってる感じがするっていう雰囲気はあるんですけど、いや、でもね、いじってると全然ね、気にならなくなります。なので、非常にね、こう、触れば触るほど、愛着が湧くというね、噛めば噛むほど味の出るスルメのような、そういうトランスフォーマーになっております。でね、こうやって表情つけてね、構える分には全然しっかりとポーズ取れますし、じゃあちょっとこれね、後ろの武器を取ってみましょう。まずはね、手面のスソード。はい。拳はこんな感じの拳でして、親指をですね、こんな感じで開くことができます。で、この中にね、ダボがあるので、このダボに
差し込んで武器は固定する感じですね。で、親指で補助的に握り込むと。こうやってしっかりと武器を持つことができます。はい、こんな感じですね。おお、かっこいい。しかもこれね、テメノスソードがね、メッキなんですよ。かっこいいね。これね、この前のアーマーナイトオプティマスプライムの時にもテメノスソードってついてくるんですけど、なんかね、オレンジの、なんか蛍光色っぽいね、感じの軟質プラだったんですよ。それがね、今回キャリバーの時はね、この銀メッキの剣になってるんですよね。これがむちゃんこかっこいいですね。しかもめちゃくちゃ大ぶりでしょ？すごいよな。あれがこのトラックで余剰パーツなしでついてくるって、すごくないっすか？めちゃくちゃかっこいい。はい、そしてですね、後ろのこのでかいシールド。このシールドは2パターンありまして、この絵をですね、こうやって持つパターンと、腕にこう装着するパターンとあるんですね。なので、ちょっと腕に装着してみます。こんな感じで。ただね、でかいし重たいから、ちょっとね、保持が大変なんですけど、ちょっとね、でかいし重たいからね、保持が大変。前にね、どうしても倒れちゃいがちなんですよね。よっ。なので、ちょっと、はい、角度調節してやると、はい、こんな感じで、おお、でかいシールドを持っている。かっこよ。はい、こんな感じで、おっと。やっぱね、ちょっとね、シールドが重たいので、こけちゃうんですけれども、おー、すごいですね。このかっこよさ。で、しかもね、シールド外すと背中もね、すごいスッキリしてて、まっとうにトランスフォーマーとしてかっこいいですね。いや、これはもう非常に素晴らしい。遊びやすくてね、ポーズも取れるし、もう変形もね、結構、程よい難易度で、やっててね、楽しいです。で、こちらのね、ナイトオープが、活躍するですね、ロストエイジですね、は、この、結構ね、テーマみたいなのがあって、まあ、最初の無印からダークサイドムーンまでの、3つのね、作品群のは、シャリア・ラブーフさん、俳優さんですね、が主人公を演じてらした、サム・ウィトビッキー君ですね、青年です。で、彼はアメリカ南部の青年で、貧乏なところから都会にね、出て行って、立身出世するぞという、青年のね、サクセスストーリーみたいなのが、間に挟まってくるんですよね。人間描写とトランスフォーマーっていうのが二軸で進んでるんですけど、
まあ、その中でね、サム・ウィトウィッキー君が、はい、主人公になって、はい、オプティマスたち、トランスフォーマーたちの戦いとともに、人間として成長していくっていうのを描いているというのが、1作目から3作目の流れなんですね。で、1作目から3作目の流れっていうのは、まあ、基本的にはトランスフォーマーたちが、はい、地球にやってきてですね、そこでディセプティコンとオートボットの2勢力が戦いを、戦っていくというね。で、まあ、基本的には、オートボットの、惑星サイバトロンでですね、大規模な戦争があって、で、そこでね、敗れてしまったオートボットたちが逃げ延びて落ち延びた先に、地球があって、そこから反攻作戦をしていくよっていうのの準備段階にある。で、その時に落ち延びたっていうのが最初のトランスフォーマーなんですね。で、そこで、総司令官、オートボット側の総司令官であるオプティマスプライムを中心にですね、逃げ延びた、オートボットたちの主要メンバーたちが、地球のですね、車に擬態をして潜伏するというね、潜伏して戦力をこう整えるために、こう、一回身を潜めるっていうところからスタートするんですね。ところが、サム・ウィトウィッキー君にそれがバレて、でそれから地球にね、お友達ができたっていうことで、まあ、ここでこうね、力を蓄えながら反攻作戦に向かっていくよっていうのが、大筋な流れですね。で、その際に、まあ、追撃でね、追ってきた、はい、ディセプティコンのリーダーである、メガトロンですね。メガトロン率いるディセプティコン軍団が、はい、オートボットたちを、倒しに来るというね。でそれを迎え撃つってね。ただし、全然ね、関係ない地球で、地球とは全く関係ないところの戦争のとばっちりでですね、地球がボロボロになってしまうっていうことは、やっぱ人間側としてはこのオートボットとかトランスフォーマーをよくは思わないですよね。よくは思わないんだけど、これ放置していたら地球だって結局巻き込まれるんだから、今、なんかこうね、参戦しなきゃ、ダメじゃんっていうね。今が割とチャンスなんじゃないのと。このオートボットたちに協力して、トランスフォーマーたちの、技術力をですね、地球側を溜め込めば、いずれ来る青函戦争の際に人間がね、憂き目に遭わずに済むじゃないかと。戦力が増強できるから、そのチャンスなんだよっていう、派閥と、いや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 と、適正外国人というかね、侵略者じゃんと。侵略者は排除せねばならないじゃんと。それがね、侵略者側にオートボットだのディセプティコンだの関係ないと。トランスフォーマーイコール敵っていう人間たちと、いやいや、そうじゃないよ。オートボットたちは僕たちに有用だよと。友達だよっていう派閥が人間の中にもいるんですよ。で、そこにディセプティコンとオートボットってこう四つどもえの戦いになってくるわけなんですね。というところに中央にサム・ウィトウィッキー君がいて、で、これがオプティマスたちと友情を育みながら、活躍をしていくよっていうのが1作目から3作目までの流れです。で、それがですね、3作目で一旦区切りがつくんですね。で、一旦区切りがついて、3作目のダークサイドムーンの時に、もともとオートボットの総司令官だったですね、センチネルプライムが、裏切るんですよね。まあ、裏切ってはいないのかもしれないんですけど、もともとそういうやつだったのかもしれませんが、まあ、オプティマスからすると裏切ったっていう感じなんですけど、オートボット。裏切ってですね、ディセプティコンと共闘して、
惑星サイバトロン、元の彼らの故郷の星ですね。彼らの故郷の星を地球に接近させるんですよ。ワープさせるんですね。で、その戦争で荒廃してしまったですね、惑星サイバトロンを復興させるために、地球のエネルギーと労働力として人類を全部送ろうっていう計画を立てるんですよ。で、センチネルプライムは、それをディセプティコンと一緒にやると。だからもう、惑星サイバトロンは、戦争してても、しょうがないぐらい、惑星そのものが荒廃しちゃったんですよ、戦争によって。だから、サイバトロンとデストロンじゃなくて、ディセプティコンとオートボットも戦ってる場合じゃねえと。そんなんじゃなくて、もうサイバトロンまず一回復興させねばならないから、そのためにこの地球と人類っていうのを全部かっさらって、俺たちのために利用しようぜっていう風に考えたっていうのがセンチネルプライムなんですね。で、それに対して、お前ふざけんじゃねえっつって、まあ、かつての恩師だったんですけど、オプティマスにとっては、センチネルプライムは先生だったんですけど、その先生と戦うことになるんですね。で、最後、ラストバトルで、まあ、片腕をですね、先生に切り落とされちゃうんですけれども、メガトロンの土壇場の裏切りによってですね、勝機を得て、オプティマスが最後、センチネルプライムもメガトロンもまとめて全部ぶっ殺すっていうね、ので、ダークサイドムーンは終わったんですね。ところが、そこで、サム・ウィトウィッキー君のとトランスフォーマーたちの、戦いは終わりを告げてですね、次のシーズンに入るのが、このナイトオープたちが活躍します、ロストエイジと最後の騎士王の2作品の大きな流れになってきます。今度ね、この2作品のテーマは、そのサイバトロンたち、惑星サイバトロンのオートボットたちとのディセプティコンとの戦いとは、また別の次のステップに入るんですね。で、これが何かっていうと、惑星サイバトロンを復興させる。地球の資源を使って惑星サイバトロンを復興させる。それを望んでいるのは、このトランスフォーマーたちじゃなくて、そのトランスフォーマーたちを作った何かが、それを望んでいるっていうことなんですね。じゃあ、その何かって何なんだっていうのを探るっていうのが、次のこのナイトオープたちが活躍するこの2作品の大きなテーマになってきます。ロストエイジでは、先ほどの3作品での戦いによってですね、トランスフォーマーはめちゃめちゃ怖くて大脅威だっていう側の人間と、いや、トランスフォーマーのオートボットたちはいいやつなんだから協力しなきゃっていう勢力との戦いがさらに激化しているんですね。で、こっち側の人間がですね、トランスフォーマーたちを捕まえて、人間が100% 管理できる地球製トランスフォーマーを作ろうっていうところからスタートするんですね。で、そのために、ロストエイジで首ちょんぱんになったメガトロンの首を持ち帰ってですね、メガトロンの技術を吸収してですね、で、そこからガルバトロンっていうのを、地球製トランスフォーマーガルバトロンっていうのを作るんですよ。で、そのガルバトロンとこの戦うのが新しい司令官であります、ナイト・オプティマス・プライムになるんですね。で、彼らと、あとね、そう、創造主って言うんですけど、そのトランスフォーマーのバックにいる何かっていうのが創造主って言われてるんですけど、この創造主側から送り込まれてきたスパイでありますロックダウンっていうやつもいて、で、このロッ
クダウンとガルバトロン人間と、このオートボットたちとの三つどもえというかね、の戦いになってくるんですが、最終的にこっち側の、ガルバトロンを作った人間っていうのは、ただ図に乗っていただけで、全部このメガトロンの手のひらの上で踊っていただけなんですね。メガトロンの策略によって自分の体を取り戻すために、地球人を使ったに過ぎなかったんですね。まんまとはめられて、メガトロンを復活させてしまっただけという哀れな人類っていうことになるんですけれども、はい、それと、ほら、言わんこっちゃないっていうことで、オートボットたちと戦うとね。で、最終的にはオートボットが勝利するんですが、はい、それによってナイトオープっていうのが、こう、立ち上がって戦ったと。こういうことなんですね。これが、はい、第2シーズン目の1作目、ロストエイジの、大きなお話の流れです。その流れの中でですね、当然オートボットたちはもう勢力が弱くなっちゃっててですね、はい、もう最初の状態ではもうサビサビのトラックになって擬態をしてですね、落ち延びて、トランスフォーマー狩り、人間が行っているトランスフォーマー狩りから逃げていたオプティマスっていう感じだったんですよね。で、それを、サム・ウィトウィッキー君からバトンを受け継いだ格好でですね、新たな人間側の主人公になりましたのが、今度ね、青年じゃなくておじさんなんですね。結構大きい娘がいるおじさんが、主人公になるんですけど、今度はね、ケイド・イエーガーっていうおじさん、筋骨隆々なおじさんが主人公になります。で、彼は、廃品業者をやってたんですね。田舎の方で売れない、廃品業者発明家をやってたんですけれども、それでたまたまですね、廃品になっていた、道端で転がっていたですね、ボロボロで錆びついているトラックであります、オプティマスプライムを拾ってですね、修理をするっていうところから、オプティマスと会合していくっていうところから物語はスタートしていくっていうことなんですよね。はい。で、このケイド・イエーガーさんが、今度はね、娘とのお父さんとの関わり、それと、父として、アメリカ人として、人類として、誇りある戦いをするという人類の誇り、男としての誇りっていうのが人間側のドラマの主軸になってきます。で、そのために娘のためにどう生きるか、父としてどう生きるか、人間としてどう生きるかというのを戦う中年のおじさんの葛藤と奮闘っていうのがこっち側の人間側ドラマですね。で、こっち側のトランスフォーマー側からすると、今度はトランスフォーマー同士の戦いから、そのバックにいるやつは誰なんだっていうところを探るっていうところに入ってきたって、この二軸でストーリーが進んでいきます。で、その最中にオートボットたちは、そう、戦力が足りないと。じゃあ、オプティマスはどうするのかって言ったら、太古かつてのですね、4500万年前に眠ってしまっていた恐竜たちをスキャンして、かつてね、地球に落ち延びていたトランスフォーマーが、恐竜をスキャンして生き残っていた奴らが4500万年眠っている、南極に眠っていたんですね。で、こいつらを呼び起こして戦力にしようと。味方につけようと。ダイノボットたちですね。ダイノボット軍団を蘇らせて、それを味方につけて戦うんだっていう作戦を練るんですね。一発逆転の。で、それに成功して、ダイノボットたちが大暴れをしてですね、形勢逆転をするっていうのがロストエイジの最大の見どころになるんですけれども、はい、そんな形でこう活躍した。これが、このキャリバーオプティマスプライムですね。という話でした。いや、なんかいろいろなのでね、これを軸に最初のロストエイジの話をしようと思ってたんですね。なので、ちょっとそこら辺のね、周りの話をできたかなと思います。いっぱいコメントいただいてますね。
ケイチ君、全体の質感いいな。いや、もうほんとそうですね。まずね、塗装が綺麗。ね、メッキもさることながらね、塗装もめちゃめちゃかっこいいし、で、ファイヤーパターンとかね、こういう、模様とかもね、すごく精度が高いですよね。だからこう、今のスタジオシリーズとは全く一線を画すようなかっこよさというかね、すごくね、これ一体だけでも、完結するかっこよさと面白さがありますね。山中幸雄さん、主さん皆さんこんばんは、お疲れ様です。新しいシンカリオンシリーズにアルファ X とはやぶさマーク2と E3 系、翼、E3 系翼、アイアンウィングなどがあるといいですね。そして、それ合体、楽しみですね。山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そして、山中幸雄さんからスパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、いつもありがとうございます。乾杯。シンカリオンシリーズね、新しいやつね。あれも、なかなかね、なんかこう、今後どういう展開になるのかっていうの面白そうですよね。まだね、最初の段なんで、ニコイチ合体というかね、パーツ組み替え合体みたいな、もうシンカリオンの一番最初のシリーズに立ち返ったような感じのシンプルなね、ギミックの組み合わせで、遊ぶみたいですけど、なかなかね、今後の展開どうなるかによって大化けしそうとは思いますね。単純にリメイク系、最初のシンカリオンのシリーズのリメイクとしてラインナップされるのか、はたまた全然違う形になって進化していくのか、そこら辺はまだね、わからないんですけれども、その分ね、非常にこう、今後の展開が楽しみだなと思います。ケイチ君、武器含めて余剰なしは最高ですわ。ここにつきますね。まず何が驚きかっていうと、この大ぶりな武器2個ですよね。これを持ちながら、ロボ状態でも、ビークル状態でも、一切の余剰が出ないっていうことなんですよね。これがちょっと半端なくすごいですね。で、しかも大して、こう、パタ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 はやってないんで、にもかかわらずね、これがどうやったらあの形になるのっていう感じになってるじゃないですか。いや、これは本当に引き算の美学というかね、よく考えられてるなと思います。ケイタさん、青い部分がシルバーにガラッと変わるのもいい。バックパックだったのがまさか縦になるとは思わなかったな。船足の変形好き。いやもうほんとそうですね。結構ね、なんかこう、ずっと全部ね、真っ青なね、青いトラックだったものが、ね、どちらかというとシルバー基調のね、ロボに変形するっていうのもすごく面白いですね。こういうどんでん返しというか、マシン状態とロボ状態でガラッとね、カラーパターンでも印象違うっていうのは、すごくね、変形の妙というか、よく考えられてるなっていうのを、本当痛感させられる部分ですよね。デラックスでも、バイオロボとかそんな感じですよね。真っ白だったジェット2機が合体すると黒のロボになるっていうね。あれもね、最初びっくりしました。どうなってんのっていう感じに、子供の時なんか思いましたけどね。そういうね、新鮮な驚きというかね、っていうのはありますよね。だからそこら辺は面白いなって本当思います。山中由佳さん、とてもかっこいいですね。ケイタさん、顔もかっこいいのよ。山中由佳さん、確かにかっこいいですね。いや、もうほんとね、このイケメンっぷりがね、本当に好き。やっぱりね、スタジオシリーズ、すごい僕好きなんですよ。すごい好きでね、前回も、あの、スタジオシリーズでね、めちゃめちゃ遊んだじゃないですか。ね、あの時もね、スタジオシリーズの、映画版、ムービー版
オプティマスプライムコンボイ総司令官愛をめちゃめちゃね、爆発させてた様を見せていたような感じがするんですけど、いや、そのね、それとはまたちょっと全然違いますよね。もうほんと正当にかっこいいって感じ。このかっこよさは、いや、他のスタジオシリーズじゃないですよね。またね、初期に発売された、ムービー版のね、オプティマスプライム系も、かっこいいはかっこいいんですけど、いや、こんなストレートなイケメンじゃなかったですからね、やっぱり。でもだんだんここから、なんだろう、作品のデザインに寄せていった感じはしますよね。ここら辺はおもちゃ準拠で、おもちゃとしてかっこいいっていうののラインをこう、引いていた感じ。うん。だからなんだろう、原作っていうか、元の作品のデザインと、おもちゃとしてかっこいいデザインのちょうど真ん中あたりを取ろうとしていたのが、ここら辺のリーダークラスまでのね、映画版トランスフォーマーって感じがしたんですけど、こっから先行くとね、だんだん映画の原作寄りというかね、映画のデザインにいかに忠実に寄せていくかっていう感じに方向を振っちゃうと、やっぱこのね、ストレートにかっこいいイケメンフェイスっていうのからちょっと外れていく感じになっていくんですよね。なんか、かっこいい顔ってダサくね、逆に、みたいな、なんかちょっとそういう感じにだんだんなっていきますよね。うん。いや、僕は普通にストレートにイケメンの方が僕はいいと思いますっていう風に思うたちなんで、いや、だから、あの、一番至高のオプティマスプライムヘッドは、このキャリバーオプティマスの顔だなと本当思います。ケイタさん、前回のから、だいぶ豪華になったような、かっこいい。まあ確かにね、これの一個前のアーマーナイトオプティマスプライムはね、結構成型色で、だったし、ちょっとね、カラーパターンも明るいカラーなんですよね。で、今回はそこからね、ちょっとトーンを落としたブルーになったり、あとはね、シルバーも灰色成型色とか、シルバー目成型色から、シルバーの成型色のプラの上からメタリックカラーで塗装っていうのパーツがほとんどになったんですよね。うん。で、しかも、ね、メッキも健在だし、なんだったらちょっとメッキのパーツ増えてるし、ということでね、うん、だいぶ豪華になりましたね。だから、うん、アーマーナイトオプティマスもいいんですよね。これの素体を作ってくれたというかね、前身になってくれたので、非常に、良いトランスフォーマーなんですけど、まあ、それをね、もうかなりブラッシュアップして完成形に持ってったって感じがしますね。ストムえのきさん、おじいさんの店でもトランスフォーマーのちょうどいい合体ロボ、変形ロボが全然出ていないのよ。あ、ストムえのきさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そうなんですね。トランスフォーマーの、変形ロボがないということでね。まあ、でも、そうですね。なんかこう、ちょうどいいっていうのがどこら辺の、あれなのかわかんないんですけど、うん。あの、結構ね、暇な時とか、ね、手元に置いてパチ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 やって、はい、和むというかね、頭の体操になって、楽しくてかっこよくてっていうのを求めてるのであるならば、もうこれはうってつけですね。キャリバーはもう本当で、しかもね、リーダークラスでかなり大きいので、そういう意味ではね、存在感もあるし、所有欲も満たせるしね、うん、飾っていてすごくね、様になるし、まあ全部備えてるって感じで、うってつけだと思いますね。
ケイタさん、また映画見たくなっちゃう。いや、もうね、何度見てもいいと思いますね、あれは。もう本当にね、映像美がすごい。でね、今見ても全然ほころびがないですからね。いや、もう本当何遍でも見ても飽きないですね。ゆきな04093さん。こんばんは。映画は追ってなかったけど、見てみようかな。もう、ゆきな04093さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いや、もうぜひ見てください。めちゃくちゃ面白いです。ね、単発でやってるようで、話全部つながってるんです。最初から。時系列で、並んでいるんですよ。で全部同じ時間軸のストーリーなんですね。先ほど言ったように、シーズンごとで、シーズンによってですね、顔や形が全然ガラッと変わっちゃうんですけど、別個体になったわけじゃなくて、単純にスキャンし直したというか、で、姿形が変わっただけで、登場人物自体は最初の第1作目から同一人物なんですね、オプティマスプライムは。なので、1作目ね、2007年のトランスフォーマーから、もうずっと、最後のね、ビースト覚醒まで、ビースト覚醒にオプティマス出てきたか、出てきましたね。うん。の、オプティマスまで同一人物です。なので、話のつながりもね、あるし、で、大きなね、大河の流れのように、やっていることっていうと、そのシーズンでのテーマになることっていうのが、ちゃんとね、明確になっているので、そこら辺はね、すごく面白いと思いますよ。うん、だから、で、作品だけで語られてない部分とかもちゃんとあるので、そこら辺もね、調べながら、もっと奥の方まで手が届いていくと、こういうことだったのかっていうので、2度3度見たくなるみたいなね。そんな感じの奥深さもあるので、非常にね、よくできた作品だと思います。ね。ということで、キャリバーオプティマスプライムでございました。おっと、チアさん、こんばんは。九州ミニプラオフ会からただいま帰還しました。チアさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ミニプラオフ会お疲れ様でございました。いやー、素晴らしいですね。しかも、二次会から帰ってきて、さらに、当チャンネルの生配信にも参加と、とんでもない体力。いや、でも、X でも拝見しましたけどね、めちゃくちゃ盛り上がってたそうですね。すごいですね。やっぱり、ガチ制作の、レベルと数が、やっぱ九州ミニプラオフ会違いますね。めちゃめちゃすごそう。いやー、ね、行けるんだったらね、ぜひ行きたいなって思いますよね。関西もそうですし、九州ミニプラオフ会もね、ちょっとね、やっぱ会場の写真とか見て楽しそうだなとは思いました。いや、でもタイムロボンね、間に合ったようで、何よりでございます。素晴らしい作品がね、いっぱい見れてよかったなと思いました。素晴らしいです。ということでですね、キャリバーオプティマスプライムはこの辺にしておきまして、お次、ドドン。はい、今度は、はい、スタジオシリーズのナイトオプですね。はい、こちらの方をレビューしていきたいと思います。はい、こちらは、先ほどのね、オプティマスプライムからすると、やっぱりね、豪華さっていう意味では、やっぱちょっと劣ってしまう。大きさもね、3分の2ぐらいに縮んじゃっておりますし、マシン状態での、見栄えも、さすがの、ね、キャリバーオプティマスの方はリーダークラスなんでね、すごいしっかりとした作り込みと、
ね、素材もね、ふんだんに使われてる感じでしたけど、こちらはね、割とシンプルに、すべて成型色に、カラーパターンは塗装っていう感じですね。で、メッキとかは使ったりしてませんし、タイヤとかも普通にプラですね。うん。っていうところで、ちょっとね、ビークル状態では、やっぱさすがに、リーダークラスの方に軍配が上がるかなと。で、こちらもね、一応、余剰パーツなしですよっていう形ではあるものの、武器自体はね、このように背中に積んじゃってる状態なんですよね。で、基本的にはないんですけれども、もしね、トラックを後ろに連結させるのであるならば、こいつどうするんだいというね。で、またね、この状態で街は走ってたら、これ目立ちすぎでしょというね。これはトラックではありませんよねっていうところから考えると、余剰パーツにはなってないから、普通のロボットではこれで全然 OK なんです。全然 OK なんですけど、トランスフォーマーっていう意味で言うと、ちょっとね、片手落ち感があるというか、っていうね、ちょっとなんとか頑張りました感があるなっていうのは、はい、感じるところですね。でもそれを抜きにしてもね、形としてはすごくかっこよくよくできてますし、素晴らしいかなと思います。ね、先ほどのキャリバーオプティマスプライムがちょっとあまりにも出来が良すぎるので、比べるのは酷かなというのはちょっとあるかなと思いますので、いや、単体のトランスフォーマーで見るとしたら、もう十分素晴らしいものだなと思います。またね、サイズ感が前回までのね、以前生配信で、やっていきました、最初の3作までのオプティマスプライムのスタジオシリーズですね。これの流れ、ジェットファイ、最初の変形するやつと、ジェットファイヤーと合体する、ジェットファイヤーコンバイン状態と、あとは、ジェットパックもね、含めた武器てんこ盛りの、やつとね、あと最後にね、幻の、アルティメットオプティマスプライムを、スタジオシリーズをコアにしてやってみたみたいなね、そういうのもちょっとやってみたんですけれども、その遊んでいたオプティマスプライムとサイズ感が全く同じになっているので、そのつながりっていう意味で見ると、このトランスフォーマー非常に同じスタジオシリーズですし、素晴らしいなと思います。またね、こちらも先ほどのリーダークラスのキャリバーオープから比べるとちょっと難易度は上がるものの、なかなかね、心地いいパチパチ感で、変形できるので、一回覚えちゃうとね、結構すんなりと変形できたりするので、またね、なるほど、こうなってるのかっていう発見とかもあるのでね、これはね、頭の体操には結構おすすめなトランスフォーマーになっております。チャーさん、オプティマス祭りですね。いやーもうね、ちょっと今日はね、ナイトオープンに関してちょっとやりつつ、はい、トランスフォーマーの映画を語ろうよというね、そういう回になっております。はい、そういうことでですね、ちょっとトランスフォームしていきたいと思います。トランスフォームということで、ちょっと変形させていきたいと思います。まずはですね、こちら背中の武器1セット、これ取り外します。はい、そうするとこのような形でシンプルな、はい、トラックになりますね。ここもね、ちょっとこういうところね、隙間空いちゃってるなっていうところで、ちょっとね、キャリバーオープからすると、ちょっとね、ちょっとね、少しね、マイナス点な部分もあるものの、それを抜きにすれば非常によくできてるなっていう形ですね。で、こちらになります。まずは変形させますのは、こちらですね。この下のタンクの部分ですね。ステップとタンクの部分、こちらも最初、初手ここを外していきます。はい。そうしましたら、今度こちらですね。このパネルのね、側面と上のね、排気パイプ、こちらの部分ですね。が、あと天板か。天板の部分が、こんな形で外れます。こういう形ですね。
で、この外れたものを分割して、間のこの連結ジョイントですね。ここも分割していきます。はい。こんな感じに今なっております。おー、いいですね。で、これを組み立てていくと足になります。で、これどうやってまとめていくのっていうのね、これ面白いんですよね。これがね、綺麗に収まるから気持ちいいんですよね。まずこれタイヤハウス下に下げると、ここ空洞になってるので、この空洞にいろいろ収めていきます。まずは、この連結パーツですね。これ畳みましたら、このパイプの部分、裏につま先があるので回転させて、で、このパイプ部分を収めるんですけど、ここがね、クランクになってるんですね。単純に中に入れるんじゃなくて、一回中にクランクで入れて、はい。完全に中に収めるんですね。で、そうしましたら、タイヤハウスを中でこう、タイヤハウスを収めてですね、中に完全に入れてしまいます。そうしましたら、このパネルをパタリと畳んでいくわけですね。こうか。で、天板の部分ですね。こういう状態から、天板を側面に逃がしてですね、こういう形にして、倒すことによって、なんとこれでタイヤを隠すんですよね、天板で。で、このようにきちんとパタッとまとまります。ここのみっちり感がすごいね。で、こちらを起こす、ステップの部分とつま先を起こすと、これで足になります。これでようやく足の完成ですね。おー、足だけでこのステップ数。いや、これはよく考えられてるわ。いや、これね、なかなか最初ね、ピタッと収まるまでにね、結構ね、練習いるんですよね。まあ、覚えられねえ。今でも結構怪しいですからね。あれ、これどうやったっけなみたいな。こんな感じで畳んでいくと、パタパタパタっと収まって、このような形でようやく足の完成ですね。そうしましたら、ぐるっと回転させておきます。じゃあ今度上半身。これがね、すごいんですよ。腕。このね、腕が、ここね、中にこのブロックになってみっちり収まってるんですけど、これがね、最初わかんなかったです。あれ、これ何どうなってんのっつって。これね、ここね、ブロックで中みっちり入ってるんですけど、一回外します。で、ここを外しまして、このね、運転席のこのドアをパカッと開けます。はい、そうするとクリアランスができますので、しましたらこれを外側に逃がすことができるんですね、こうやって。この腕なんですよ。このブロックになってる腕。これがね、難しくて、こうやって動かしつつ、伸ばしつつ、で、これこうして拳回転させて、で、これ回転させて、肩回転させて、こんな感じなんですね。で、これ、マシン状態からロボにするときはいいんですよ。このね、ロボ状態からマシンにするときに、
頭こんがらがっちゃうんですよね。これどうやんのつってね。これね、コツがあって、ちょっと戻し変形のコツからちょっと言わしてください。これね、頭で考えるとわけわかんなくなるんで、ここのね、ここの突起を、ここの穴に収めるっていうことを考えながらやると、余計なこと考えないで済むんですよね。で、そうすると、こうかと。こうなるなーっつって、くるくる回転させると、ここにこうやって軸で収めることができるから、こうだ。これでいいなっていう風になるんですね。そうすると、片穴回転させて、片穴のこの突起がですね、ここに収まるんですね。この突起に。なので、ここで合わせると。そうすると、このブロックができるんですけど、いや、これね、割とたどり着くまでに結構10回ぐらい悩みました。僕が、慣れてないだけかもしれないんですけど、うん。なので、ぜひ、さっきの、あの場所に穴に刺せばいいんだなって思っとけば、大概、何も考えなくてもできるようになります。はい。そうしましたら、こちらのパネルですね。このパネルを内に折りたたみます。はい。そうするとこんな感じになりますね。はい。そうしましたら、こちらのパネルを倒しまして、そしたらね、ここが面白いですね。このスタジオシリーズは。ここの変形も面白いんですけど、これですね。この前輪のタイヤ、このタイヤハウスが、ぐるっと回転すると、なんと、これが全部胴体の中にタイヤが収まっちゃうんですよね。上半身にタイヤがなくなるんです。上半身も下半身もタイヤがなくなっちゃうっていうね。全部、ロボットの中に収まってしまうんですよ、タイヤが。これすごいなって思いますね。この変形の妙はね、よく考えられてます。で、こちらのパネルを起こして、倒すと、まだ倒さないんだ。そうしましたら、両サイドから腕のブロックを収めておきまして、先ほどの畳んだパネルを内に入れると、これが脇腹になるんですね。で、こうしまして、最後、これをアーマーでロックして固定します。ロックして固定。はい、そうすると、この腕のブロックが胸のパーツで固定されて、はい、きちんとした形になります。はい、そうしましたら背中ですね。背中のブロックは一回このフロントグリルの方を畳みましたら、ぐるっと回転して、下に倒しておきます。で、そうしましたら、上の天板の部分を上げまして、あとはドア横のパネルを内に畳みます。よ。で、こちらでロックです。ここでロック。はい。そうしましたら、こちらの背中の穴に、先ほどの武器のブロックをたすき掛けにしまして、さあ、これで完成。ナイトオプティマスプライムだイェイおー
完成いたしました。こちらがスタジオシリーズ版のナイトオープですね。はい。先ほどのキャリバーオプティマスプライムと全く同じキャラクターの商品なんですけど、もう全然違いますよね。もう完全になんかアメリカンなゴリマッチョ体型というか、で、またね、顔も、やっぱりね、こう、スタジオシリーズであるのをね、象徴するようにですね、非常に映像に忠実な顔をしてるんですね。うん。だから映画に出てくるオプティマスプライムに似てる顔といえばこっちの方なんですよ。またね、こう、みっちりムチムチ感みたいなのも、やっぱこっちの方が再現度は高いですね。うん。で、あの結構ね、このナイトオープンになると、前回までのね、3作品までのオプティマスよりも、もっと人間っぽくなんですよ。ロボット側になった時のオプティマスのデザインが。だから、もうおよそ、変形する玩具のこと考えてねえなっていうぐらい、まあ人間なんですね。映画に出てくるオプティマスは。だからすごいね、苦肉の策だと思うんですけど、こちらね、リーダークラスの時の、アーマーナイトオープンのようにですね、この、フロントの部分をまるっと背中に背負ってる状態なんですよ、今これ。ね。なんですが、これね、苦肉の策で、外して、余剰パーツにしちゃうと。そうすると、背中すっきりして、映画の時のような、人間のような姿のオプティマスプライムを再現できますよ、みたいな。うん。あの、完全変形合体主義者の僕とか、多くの皆様からすると、っていう感じの、あれになっちゃうと思う。仕様だとは思うんですけれども、うん。まあ、映画のね、むちゃくちゃな、あの、仕様を考えると、まあ、これも致し方ないのかなというね、感じはします。僕は完全変形合体主義者の方なので、はい、これはね、全く背中にこのパネルがついていることは何の障害にもなりませんので、はい、これでいきたいと思います。一応こういう機能もあるよというご紹介でした。うん。なのでね、スタジオシリーズも、やっぱりこのね、このサイズですよ。このサイズ。で、このサイズなんで、前回のね、オプティマスと並べることができるってことなんですね。ちょっとお待ちください。ちょっとね、持ってきたいと思います。よ、よいしょっと。えーっと、よっ。よいしょっと。えーっと、こうか。はい。持ってきました。はい。よっ。
こちらですね。以前ご紹介いたしました。1作目から3作目までのオプティマスプライムのスタジオシリーズですね。そう。このね、スタジオシリーズナイトオープンの良さっていうのは、やっぱこれと並べられるっていうところなんですね。同じサイズっていうことなんですよ。これが素晴らしい。これができるっていうのがね。うん。ちょっと今上でですね、なんかいろいろ言われているので、ちょっとお話を聞いてきます。ごめんなさい。少々お待ちください。失礼いたしました。明日のね、ことで、またいろいろ注文をつけられてしまったので、またこれからですね、なんかいろいろ作業しなければならないなということでございます。はい、いただきましたね。ケイタさん、このパタパタ変形楽しい。こっちもいい。タイヤ見えないから、あのビークルから変形するの信じられないよな。いや、もうほんとそうですよね。このナイトオープンのいいとか、やっぱね、この変形した時に完全にこのね、映画の時のデザイン忠実になってて、もうほんと人間の形っていうのをこだわってる感じしますね。だから、タイヤの痕跡を見せてないんですよね、どこにも。だから、こうトラックから、車から変形したはずなのに、タイヤがないっていうね。ここに、この変形の妙っていうのがあると思います。だからね、これはすごいなって思いますね、ほんとに。この変形はね、よく考えられてると思います。よチアさん、嫁さんから一言。いかつい、黒田、そうだ。これね、下の名前、鉄明さんなんですかね。いつもね、あれ、これ、漢字で読むだけなんですよね。2人。こちらね、トランスフォーマーのオプティマスプライムね、代々ね、声優をなさってるね。じゃあ、源田さんか。失礼。いつもね、漢字で見ちゃうからね。ちょうどいい機会なので、
源田鉄章さんだ。ごめんなさい。いつもね、なんて読むのかっていうのね、あんまり意識してなかった。源田鉄章さんです。オプティマスプライムのとかね、本ボイ総司令官の、代々ね、声優さんをなさっている、もう声優さんの重鎮中の重鎮さんです。あ、チアさん、源田鉄章さんですね。ありがとうございます。そうそう、いつもね、声優さんの名前ってね、あんまりね、こう、あれなんですよね、漢字で見ることが多くて、知ってはいるものの、あれ、これどうやって読むんだろうっていうね。すいません。ケイタさん、この並びいいな。素晴らしいですね。このね、やっぱこのサイズ感で統一性があるっていうのが非常にいいんですよね。で、このサイズ感で、統一したいなっていうのが僕のね、かねてからの、スタジオシリーズのね、望みだったので、いや、これがね、やっぱこの、オプティマスだったら可能なんですよね。先ほどのリーダークラスだとでかすぎるんで、やっぱ統一感がなくなっちゃうんですよね。またね、ちょっとね、片付けるのに変形させてしまったんですけれども、ね、このね、ブラックバード、ジェットファイヤーですね。このジェットファイヤーとかもありますんで、ね、今回ね、今度あれですね、リメイクされますでしょう、これ。で今ね、絶賛予約受付中の、なんだっけ、ジェットパワーコンバインでしたっけ？ジェットパワーコンバインオプティマスプライムという名義でですね、今、絶賛予約発売中のリメイク版が出ています。ね、で、今回のね、リメイク版すごくて、色がね、変わってます。こっちはね、割とこのダークグレーとか、パーツの部分が割とシルバー寄りになってみたり、あとね、こっちのね、オプティマスプライムの方がものすごくね、塗装が、いっぱい施されてますね。豪華バージョンになってます。で、あとはね、バトルブレードが2本ついていて、よりかっこよくなってますね。で、しかもね、この2体合わせて、13,000円くらいになってるんですよ。だから、めちゃくちゃ安いですね。これからさらにね、すごい豪華バージョンに塗装とかもね、グレードアップして、ね、2体セットになってて、さらにね、パーツまで増強されてるのに、13,000円ですからね。すげえ安いと思います。この昨今の事情から考えるとね。ということでね、まあ僕も予約しちゃったんですけれども、もう持ってるけど予約しちゃいました。ね、という素晴らしいオプティマスプライムですよということでしてですね。また、こちらもですね、先ほどの、リーダークラスのキャリバーオプティマスと同様にですね、この武器ですね、これを持つことができます。後ろ側から対等、抜刀しまして、あとこちらのシールドですね。こちらのシールドを展開しましてですね。おっと。このシールドは、こんな感じで、開くことで、はい。こちらね、銃を搭載しているシールドっていう感じになります。で、このシールドを腕に装備しまして、でこちらはですね、拳は4本で開いて、
中にね、半分の開放型の C 字が入ってますので、その C 字ジョイントに握らせる形で、はい、持ちます。こんな感じで。非常にかっこいいポーズを取らせることも可能です。おー、いいですね。こんな感じで、やはりね、スタジオシリーズだけあって、すごくこう、小気味のいいポージングの、取らせ方ができますね。すごくね、癖がなくて、はい、いろんな方向にね、関節が曲がってくれるので、とてもポーズをつけやすいです。ここら辺がね、スタジオシリーズの良さですよね。はい、こんな感じでかっこいいポーズを取らせることも可能です。おー。でこんな感じでね、変形させたので、先ほどのキャリバーオフと並べてみましょう。全然違う。いやー、すごくね、楽しいっすね。いやー、これは人の好みによるのかもしれないですけどね。なんだろう。やっぱこっち、かっこよさで言ったらやっぱリーダークラスのキャリバーオプにちょっと軍配が上がる感じしますね。だけど、やっぱりこう、他のと組み合わせつつ、ロボにしてね、遊びやすいってなると、やっぱこっちのスタジオシリーズの方に軍配が上がる。だからどっちも良さがあるって感じがしますね。いやー、これはちょっとなかなか楽しい。という、玩具でございました。またですね、今回は、じゃあこのね、変形させましたよってことで、ちなみになんですけど、ここからね、ちょっと駆け足で言ってしまうんですけれども、はい、先ほどのキャリバーオープンの時には、ロストエイジのお話をさせていただいたんですけど、今度はね、2作目の最後の騎士王ですね、になります。で、ロストエイジの時には、バックにいるね、ガルバトロンとかメガトロンのその後ろ側にいるもの、あるいはロックダウンを使わしてきた、このトランスフォーマーのさらに向こう側にいる創造主って何なんだっていうところを、はい、探る。で、そいつがサイバトロン復興を主導していて、そいつがの意思で地球をですね、資源惑星として搾取してですね、植民地制にすることで、サイバートロンを復活しようという意思を持っているんですね。そいつ誰なんだっていうところを、あの、オプティマスプライムは探しに行くっていうところで、ロストエイジはお話が終わるんです。で、探してきてやる俺がっていう感じで、こう探索するために宇宙に行くんですね、オプティマスが。っていうところでロストエイジは終わるんですけど、最後の騎士王はそこからスタートです。はい。なんとですね、そこで宇宙に旅立ったオプティマスは、創造主のところにたどり着くんですね。
で、この創造主っていうのがクインテッサ星人っていうね、クインテッサってやつなんですよ。なんかタコみたいなやつですね。3個の顔を持っている。で、このクインテッサっていうやつが、創造主で、トランスフォーマーたちをそもそも作ったやつらなんですね。で、このクインテッサにたどり着いたオプティマスはですね、クインテッサに捕まってしまって、はい。で、そのクインテッサにこう洗脳されてですね、ネメシスプライムになってしまうんですね。で、敵側の勢力に落ちてしまうんですね。我らがオプティマスプライムが。というところから物語がスタートします。で、最後の騎士王はそこからスタートいたしまして、で、オプティマスプライムが旅立ってから新しいニューリーダーとなったのがバンブルビーなんですね。で、このバンブルビーが新たなリーダーとして地球に残ったオートボットたちをまとめてたんですけれども、まあ全然まとまっていない状態なんですが、で、そこでね、先ほどの新しく主人公になりましたケイド・イエーガーを中心としてですね、またロストエイジで仲間になったですね、ダイノボットたちとも一緒になってですね、廃品工場、南部テキサス郡の廃品工場で身を隠していて、再起をするために、まあ、そこでね、暮らしながら、イエーガーの仕事を手伝いながら力を蓄えているっていう状態だったんですけれども、はい、ここにですね、クインテッサ星人からの、はい、攻撃があるんですね。で、そこでネメシスプライムと一緒に、オートボットを殲滅してですね、はい、新たに今度は、先ほどの3作目のね、ダークサイドムーンと同様にですね、地球側にサイバートロン、惑星サイバートロンを転送してですね、はい、その地球のエネルギー資源をすべて搾取しようというね、そういう動きが出てきます。で、それを、阻止するために、ケイド・イエーガーと新しく、リーダーになりましたバンブルビーが奮闘するという、そういうお話がメインなんですね。で、さらにそこからもう一つ話が展開していって、そもそもトランスフォーマーって何なのか、トランスフォーマーはどこから来たのか、どうやって地球に入り込んできて、いつから地球に入り込んできて、いつ人類と一緒に共生が始まってっていう歴史の探索の方に行くんですね。そうすると、はい、古代ヨーロッパとか、まあ、ね、なんだったら、ね、白亜紀のね、恐竜とか、そういうところから、絡んでいたわけですから、いつから人間と絡んだのってだいぶ昔から絡んでいたってことになるじゃないですか。で、そこをね、古くの文献をこう、旅をするんですね。そうすることによって、古くはですね、古代ヨーロッパのね、王家に、と共闘していたっていう歴史までたどり着いたり、さらにですね、なんと、アレクサンダー大王の円卓の騎士は、実はトランスフォーマーだったみたいな、そういうところまで行き着くんですね。で、そこで、ケイド・イエーガー君が持っていたトランスフォームするですね、剣ですね、テメノスソード。こちらが、なんと、その円卓の騎士たちを結束させるための十字架というかね、結束するための勇者の証みたいな感じだったんですね。で、その証を持って、人間たちに、愛想を尽かしてですね、離反していたナイトたちは、彼らのもとに集うわけですね。で、
それによって、オートボットたちの戦力が、ね、援軍を得ることによって増強されて、ようやっと、はい、クイーンテッサたちと戦えるところまでやってきた。で、さらに人間側も、もっとね、自分の地球の危機っていうところでケツが火ついて、オートボットたちと協力しなければならないっていうところまで来たんですよ。で、人間とオートボットたちの共闘によってクインテッサと、はい、転送されてですね、地球を貪り尽くすための、はい、惑星サイバトロンとの戦いに、はい、なっていく、大規模な戦いになっていくんですよね。で、そこで戦っていくときに、立ちはだかるのがこちらのナイトオープが洗脳されてしまった、はい、ネメシスプライムですね。で、このネメシスプライムと地球に襲いかかってくる惑星サイバトロン。で、この惑星サイバトロンの上でネメシスプライム VS バンブルビーの戦いが始まるんですね。で、バンブルビーは当然叶わないので殺されそうになるんですけど、そこで声を取り戻してオプティマスに語りかける。で、そうすると、オプティマスとバンブルビーの友情からですね、ネメシスプライムの呪縛から解き放たれて、元に戻るんですね。オプティマスプライムが土壇場になって。で、土壇場になって、私はなんてことをしていたんだと、正気に戻るんですけど、そこでですね、サイバトロンっていうか、オートボットを裏切ったこのオプティマスプライムを、ナイトたちは許さないんですね。だから、ナイトたちにリンチにされるんですよ。リンチにされるけれども、そこでケイド・イエーガーがね、立ち上がって、このテメノスソードをこう高らかに掲げることによって、我に従えと。で、オートボットたちを一つにケイド・イエーガーがまとめるんですね。アレクサンダー大王のように。で、そうすると、このトランスフォーマーたちがこう剣をこういう風に合わせていって、力を一つにまとめて、クインテッサを打倒しようっていう流れになっていくと。で、そこで拾われた命だから、地球のためにこのオプティマスプライムは戦うっていうことで、一気にこう、味方に力強い援軍が加わってですね、そこでこう、相手をバッタバッタとなぎ倒して、で、ここでメインのセリフが出てくるんですね。私の名を忘れたか。私の名はオプティマスプライムっていう、そういうセリフが出てくるというね、熱い展開になっていってっていうね。で、最終的にクインテッサ星人を打ち倒して、サイバートロンの転送を未然で防いで、地球は搾取されることなく平和が戻ったっていうのが最後の騎士王のお話です。で、ここまでがナイトオープの活躍になってくるんですよね。で、ここまででナイトオープの活躍が終わりで、今度次のシーズンに移っていきまして、今度はビースト覚醒ですね。プライマルたちの戦いっていうのがメインで、流れていく。で、そこにオプティマスたち、オートボットたち戦力が加わっていって、さあどうするかっていうのが次のシーズンのお話のメインどころになってくるんですね。で、今度ここには、今度 GI 上とかもなんか加わってくるらしいというね、なんかすごい熱い展開で最後終わったんですけれども、まあ、それは次のね、ビーストウォールの次の作品でのお楽しみということで、はい、一回置いとくんですが、はい、こんな感じが、このナイトオープンの、活躍のお話でございました。と、まあ、ここまでが、あらかたの、変形ギミックとかのレビュー、お話と、さらにね、映画の方のあらすじの方のご紹介だったんですが、当然ね、ここまでだけで終わってはあれなので、やっぱりね、前作の先ほどのね、こいつが、このオプティマスが、やっぱりね、ギミックがてんこ盛りだったじゃないですか。ね、ジェットファイヤーと合体するわ。ね、
ジェットパックと合体して、ね、ジェットパワーオプティマスプライムになるは、さらにね、特殊な、あれになってね、アルティメットオプティマスプライムにパワーアップするとか、なんかね、こいつをコアロボにして、いろんな合体パターンとか、ね、これ一つね、をコアにして遊べたっていうのが、はい、このスタジオシリーズのいいところだったと思うんですけれども、それに比べると、これがね、単体変形できますっていうだけでは、やっぱりちょっと寂しいかなと思うじゃないですか。というところで、ずっと目をつけていて、最近ようやっと手に入れたやつがあるんですよね。それが何かというと、ドド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 ドダン。そう。ご存知の方は多いかと思うんですが、こちら、トランスフォーマープライムで出てきましたガイアユニクロンですね。ユニクロンです。ね、このガイアユニクロン、ひょっとしてさ、このスタジオシリーズナイトオープと、サイズ感バッチリだし、結構変形してね、合体するんですよ、このガイアユニクロンって。でも合体パターンが結構ね、重低大獣人的なホッカムリ合体なんですよ。なんで、いや、意外といけんじゃんっていう風に思ったんですよね。だから何としても手に入れたくなっちゃって、はい、それで、ようやっとね、ずーっと長年追い続けてきて、最近ようやっと手に入ったんですよね。このガイアユニクロン。これを使って、ガイアユニクロンアーマーを装備したナイトオプティマスプライムをやってみたいと思います。イェイ。ナイトオープのパワーアップです。このパワーアップをちょっとやっていきたいなと思います。ちょっとね、このガイアユニクロンもいろいろね、面白いんで、やっていきたいなって思うんですけど、ちょっとね、時間がだいぶだいぶいい時間になってきちゃったので、はい。ちょっとね、このガイアユニクロンの変形はちょっと割愛させていただいて、いきなり変形が、合体するところから始めたいと思います。やっぱりね、先ほどなんでこんなね、あらすじを一生懸命紹介していたかと言いますとですね、やっぱり、やっぱり合体するにも意味性を持たせたいなっていう、めんどくさい性分がありまして、ってなると、やっぱこのガイアユニクロンと合体するっていうことにもね、ちょっと意味を持たせたいと、はい、思ったときにですね、やっぱりこのオプティマスはですね、最後の騎士王で、クイーンテッサにですね、洗脳されてネメシスになってしまうという、ちょっと落ち度が1点あったりとかですね。あとは、次のシリーズですね、クイーンテッサが出てきた、その次のシーズンでですね、メインになってくるのが、はい、このユニクロンなんですね。ユニクロンが惑星を食らうと。その惑星を食らっていって、いろんな惑星が潰れていって、次に目つけられたのが地球だよというね、クインテッサの次に地球に襲いかかってくるのがユニクロンっていう、この次のシーズンでの、はい、ラスボスということになるんですね。というところで、闇落ち、ラスボスというのが加わることによって、なんかこの合体に意味が出てくるのかなと思いまして、それを説明するのに、前段としてですね、今までのこのあらすじをご紹介させていただいたと、こういうような形になっております。で、このね、ガイアユニクロンは、この、
トランスフォーマープライムではですね、この、エイリアンジェットモードから、ね、グランゾートだ。グランゾートみたいにですね、顔状態になる。このユニクロのね、ヘッドマスターというか、顔のような状態になる。で、さらにそこからトランスフォームして、ロボット形態になるっていうね、3パターンにチェンジする機能を持っています。ちょっとね、今回はそのトランスフォーム自体は割愛させていただくんですが、はい。このエイリアンジェットモードから、今度はですね、第4の形態、ガイアアーマーモードに、変形させていきたいと思います。はい。まずはですね、下の、なんか、岩石のような腕ですね。これを取り外してしまいます。はい。そうしましたら、胸とね、つま先がこうロックされてるんですね。ちゃんとね、この各所ボールジョイントで、パカパカね、動いちゃうところを、ちゃんとこうやってロックをしてね、エイリアンジェットでも形をカチッと留めていてくれてるので、いや、これはね、非常に、うん、素晴らしいギミックだなと思います。ね、こういうね、ちゃんとね、作りが細かいんですね。結構ね、昔の玩具なんですけれども、非常にね、作りが細かくて、面白い部分がいっぱいあります。はい、そうしましたら、このね、股関節の部分がね、結構むずいんですよね。よこうね、こう回転させるのに、結構テクがいるんですね。よこんな感じで。よほこんな感じで回すと、はい、股関節を回転させると足のポジションになります。で、そうしましたら、ここを、はい、展開しまして、足を展開しましたら、このね、このオレンジのメッキのアーマーの部分ですね。これがね、後ろでこのアームでつながっていて、これがね、ガバッと開くんです。はい。で、ガバッと開きましたら、この足の部分ですね。これ前後分割されてパカッと割れます。パカリンと。よはい。こんな感じで割れるんですね。はい。そうしましたら、こちらも同様に割っていきます。よこのガイアユニクロもね、割とね、変形が面白くて、なんかね、いろいろやりようがある構造をしてるんですよね。だからね、すごくいろんなトランスフォーマーのパワーアップアイテムというか強化アーマーとしてね、すごく、優秀っぽそうだなっていうのが、はい、あります。はい、そうしましたら、こうか。よはい、こんな感じで開きまして、で、こうですね。前に向けます。こんな感じですね。はい。はい、そうしましたら、こちらのですね、裏面の
このガイアユニクロの顔がここにあるんですけど、この顔の部分ね、取り外せるんですね。完全に。こんな感じの、はい。脱出機みたいな感じのものが取り外せるんですけど、こちら取り外しておきまして、ボディアーマーの方はこんな感じにしておきます。そうか。こちら立てとこうですね。失礼。こんな感じにしておきます。そうしましたら、こちらの軸を倒しまして、で本来であるならば、この軸をですね、肩の軸に刺して固定するんですけど、当然、このスタジオシリーズオプティマスにそんなものございませんので、ここら辺は軸の渋みとかですね、を使って合体させていくことになります。こちらをかぶせていきます。かぶせて、この軸をですね、この内の隙間があるんですね。この腕と肩アーマーとの間の隙間があるんですけど、ここにうまいこと差し込んでいきます。ここら辺はね、このアームの部分が結構ね、自由度高く動いてくれるんで、このアームの部分の渋みを使って挟み込む感じですね。結構調節が必要なんですけど、はい、こんな感じで、よよ合体することができました。おー。おー。できてきたよ。はい、そうしましたら、こちらのね、はい、岩石腕。こちらがですね、肩のサイドアーマーになります。なので、ここに取り付けていきます。あ、こっちじゃない、こっちか。こっちだ。ほ。はい。これで、おー。かっこよくなってきましたよ。特段ね、なんかどっかにぶっ刺して固定っていう感じじゃないんで、やっぱりね、ちょっと、安定度は、合体安定度的にはね、ちょっと大変になってくるんですけど、引っ掛けと渋みでなんとかくっついてる感じなんで、でも、サイズ感はバッチリなんで、おー、ほら、ローブのような感じのアーマーを着込むことができました。
おー。そうしましたらですね、こちらですね。このアーマーなんですけれども、こちらが、こっちがこうですね。こういう感じか。こういう感じになりまして、で、あ、そうか。こいつが、こうか。こういう感じになりまして、で、さらに、こいつが、こうですね。こういう感じに回転ですね。で、この骨というか、ウィングというか、こちらがこう回転ですね。こんな感じの、なんか特殊な形状になるんですけど、これがね、フロントアーマーになるんですよね。で、先ほどの、このアーマーの、ここに、前からくっついて固定する加工になります。お、合体。よいしょ。ここもそうですね。は、合体。何分ね、正規の合体じゃないから、結構な干渉箇所があってですね、なかなか大変なんですが。よいしょ。おー、合体してまいりました。よおー、できました。おー、すごい。素晴らしい。そしてですね、先ほど取り外していたオプティマスプライムの武器を持たせまして、で、こちらの方は、このように腕に持たせるのもいいんですが、ちょっとね、大変なので、ここね、クリアランスがなかなかないので、このね、裏面のこちらにね、取り付けてしまうっていうのもいいかなと思いまして。あ、こっちは上か。上の穴ですね。ちょっとこれ安定度悪いですね。ごめんなさい。やっぱ外そう。俺、こうやることってできる？今ちょっとね、思いつきでやり始めたんですけど、やっぱちょっとダメですね。はい、失礼いたしました。
なんで、ちょっとね、これはなかなか難しいので、単純に背中に背負わせたいと思います。ちょっと難しいことを考えずに背中に背負わせちゃいましょう。そしてですね、最後に、はい、先ほどね、ちょっと取り付けてたんですけれども、こちら、はい、冠パーツですね。やっぱりこう頭部もパワーアップせねばならぬということでですね、冠パーツを自作したんですけれども、こちらをセットいたしまして、さあ、これで完成。クラウンナイトオプティマスプライムだイエーイ。はい。俺合体でナイトオープをパワーアップさせてみました。おー。こんな感じでどうでしょうか。おー、めちゃめちゃかっこよくなった。やった。すごいですね。で、やっぱりね、このね、オレンジゴールドの金メッキが、いや、これ豪華。このね、で、先ほどのね、お話にあったように、最後ね、最後の騎士王の時の最後に、ナイトたちがね、集結するんですね。ケイド・イエーガー君のもとに。で、彼を中心に、ナイトのね、騎士の忠誠を示して、はい、地球人類のために戦おうっていう感じになるんですけど、なんかね、そのケイド・イエーガー君の、このね、気力みたいなものを、継いで、こう、パワーアップしたオプティマスプライムみたいな、そんな感じの設定もういいかなと思いまして。まさにね、この王様って感じですよね。この、アーサー王みたいな感じですよね。うん。これが、なんかこうね、めちゃめちゃ物語、ストーリー性とかね、意味性みたいなものまで加わったような、はい、強化合体になっていいのかなと思いました。おー、かっこいい、かっこいい。で、顔もね、結構ね、頑張ったんです。あれですね、キングオージャーの誘導からちょっとね、引っ張ってきまして、はい、やっぱりね、同じ王様戦隊ということでね、王様のクラウンっぽいものを作るとしたらこれしかないと思いましてね、はい、そこから持ってきました。でもね、ちょうどぴったり合うじゃないですか。顔もかっこいい。ちゃんと王冠みたいになりつつ、でね、顔もね、ちょっとクリーチャーっぽい顔だったんですけど、これね、王冠かぶることによって、なんかこう、まっとうにかっこいいロボットって感じになって、すげえ気に入ってるんですよね。おー、すげえ。いいなー、これ。うん。第2作のね、リベンジの時のジェットパワーオプティマスプライム的なね、強化合体も、やったかと思うんですけれども、今回のね、最後の騎士を、それとロストエイジ版のオプティマスにはパワーアップ形態というのがなかったんですよね。まあ、グリムロックにまたがったぐらいな感じのものしかなかったんで、いやー、パワーアップ形態、こっちにもなんか一個パワーアップ形態が欲しいなと思ってたので、いやー、感無量です。こういう遊びができるから、スタジオシリーズはいいんですよね。
スタジオシリーズってなんかこういう拡張性みたいなのが、やっぱ一個ね、魅力だったりするかなと思うんで、うん。だから単体での出来と遊びは、キャリバーオプティマスプライムの方に譲るとして、まあ、拡張性とか遊びとか横の広がりは、スタジオシリーズかなと。やっぱね、この合体、変形合体っていうのを遊ぶためには、まあ、このスタジオシリーズのオプティマスプライムは欠かせないなというふうに、はい、思った次第でございます。おー、なんとかできました。俺合体。クラウンナイトオプティマスプライムでございました。いやー、なんとかできた、12時までに。すげえ焦った。はい、チェアさん、手前のオプティマスは銀色に塗ると化けそうですね。あ、これね、確かに、シルバーの部分をね、もうちょっと、いろいろね、足していく、塗装で足していくと、確かにね、すごく映えそうな気はします。ケイタさん、この流れで出てくるの、しかも合体とは。そう、そうなんです。本当はね、もうちょっと時間をかけてやるつもりだったんですけれども、全然できなかった。超駆け足でしたけど、なんとか合体させることができました。チアさん、このユニクロンと合体ありがとうございます。そうなんです。合体をするというのが今回の趣旨でございました。ケイタさん、マント羽織ってるみたいでいいな。いやいやいや、かっこよすぎる。ありがとうございます。そうなんですよ。やっぱりね、これに着想を得たのは、やっぱりこのね、ガイアユニクロの合体形態が、やっぱね、こう、ウルトラマンみたいなね、ウルトラローブみたいな、なんかこう、マントをね、羽織っている、なんかこう、ね、騎士というか貴族というかね、そんな感じに見えたんですよね。っていうところから、ああ、じゃあ騎士なんだから、これと合体できるんじゃないのと、ちょうど合うんじゃないのというね、うん。そういうところからの着想だったりしたので、もう本当にね、バッチリやってくれたなっていう、素晴らしい組み合わせだなと思いました。チェアさん、まさに最後の騎士を。いや、本当そうですね。最後の騎士をラストナイトって感じですよね。うん。いや、これはね、いや、なんかね、合体させて、いや、これできるじゃんって思ったら、もうね、ちょっとテンション爆上がりでしたね。またこれちゃんと合体できるっていう、このガイアユニクロンの拡張性の高さですよね。サイズさえあればどんなやつとも合体できるんじゃないのっていうね。まさにタイムシャドウのようななんかね、ツイッターじゃなくて X で結構ね、今までの SMP で昭和のね、スーパー戦隊のロボットとかを、タイムシャドウのね、タイムシャドウと合体させてね、合体させて、強化合体させてる人がいっぱいいたじゃないですか。ね、あんな感じですよね。タイムシャドウの強化合体の拡張性の高さ。これトランスフォーマー版タイムシャドウじゃねえのっていうふうに思いましたね、本当に。ケイタさん、頭強化なしだよなって思ってたけど、さすがバッチさんやで。ありがとうございます。そう。やっぱね、王様だからね、王冠かぶんないとねっていうふうに思いまして。いやー、これ、素晴らしいな。やっぱね、そう、映画のトランスフォーマーに、やっぱこういうね、正当な合体ロボット遊びっていうのをこうね、導入したくて。で、そうするとさ、たとえ、物語本編中に出てこなくても、これ拡張があるんだっていう風に頭の中で思ってられたら、なんか、映画もさらにもう1弾、2弾楽しく見れるっていうかね。うん。なんかね、そんなのはありますよね。あの、第3弾のね、映画には、アルティメット・オプティマス・プライムなんて1ミリも出てきませんけど、おもちゃで出たってことは、なんか、なんか、
そういうパターンもあんのかなっていう風に心の中でね、思いながら見れると、またちょっと楽しいじゃないですか。だからそれに近しいものがあるのかなと思いまして、だからぜひ皆様も、あの、ロストエイジと最後の騎士を見る際はですね、実は未登場だけど、パワーアップ形態もあるんだよなっていう風に思いながら見てくれると、またね、ちょっと楽しみ方が一つ二つ上がるのかなと思いますので、ぜひぜひお試しください。いや、でもね、まさにこのトランスフォーマーのね、ムービーシリーズね、本当にロボットがかっこいいっていうのもありますけど、まあね、それとともにですね、お話とかも、すごくね、ドラマ性があって、ね、人間の成長もあり、ね、さらにね、その、スター・ウォーズのような物語でね、あんまり語られないけれども、そのバックの方に広がっている、なんか、この話の奥深さとか、そういったものもあり、またね、このトランスフォーマーたちが、辿ってきた歴史であるとか、ね、そういったものも全部含めたね、いろいろ複合要素の合わさった、大人がね、見るお話として非常にね、完成度の高いものになってるし、さらにね、シリーズ化されてるし、これからもね、どんどん展開されていくので、うん、アベンジャーズシリーズ的な感じでね、見れるのかなと思いますので、いや、ぜひぜひ、またね、機会がございましたら、映画版のトランスフォーマーシリーズを、見返してみるのはいかがでしょうかというね、そういうところで、はい、おすすめをして、今夜は終わりたいかなと思います。いやー、最後、めちゃめちゃかっこいい俺合体ができて大満足です。ということで、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。また次回も楽しい企画をご用意して、生配信をしたいと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたらご参加の方よろしくお願いいたします。それでは、バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバイ。またねー。